どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。本日は我が極真空手の創始者であり、直接打撃系格闘技の父と見える大山正達、その秘めた隠された実力について迫っていきたいと考えております。大山正達、我が極真空手の創始者であり、それまで寸止めしかなかった空手というものに直接打撃を取り入れた、現在隆盛している K1 やRIZIN、その他諸々の打撃系格闘技の原点であり、基礎を築き上げた男、そして同時にまことしやかにささやかれ噂されている言葉があります。史上最強と謳われている男。しかしこの件についてはかなり賛否両論分かれるところでありましょう。史上最強の男は誰か、長年議論されてきたこの追いかけに関しては様々な意見が入り乱れています。第一候補に挙げられるのがボクシングヘビー級の伝説的なチャンピオンであるマイク・タイソンでしょう。超高速のフットワーク、人知を超えたボディバランス、そして何といっても相手の顔面ボディで爆発するかのようなダイナマイトパンチ。続いて400戦無敗と言われていたヒクソン・グレイシーも根強い支持を集めています。彼はマイク・タイソンとは対照的に全く穴がない戦い、まるで真綿でじわじわと相手の首を締め付けるかのように回路を立ち、攻撃を完封し、そして文字通りの関節技で締め上げ、完封なきまでの暗勝を収めていました。 K1 で凄まじいまでの強さを誇ったセイム・シュルトもその一角になり得るかもしれません。身長が210センチを超える超巨体から空手で培った前蹴り、後ろ蹴り、膝蹴り、そして超高所からの突きが相手を文字通り貫きます。まさに最強巨神兵のその名にふさわしい圧倒的暴力です。今はもうなくなってしまったプライドが誇った60億分の1の男と謳われたエミリア・エンコ・ヒョート、全てをなぎ倒すかのごときロシアンフックにサンボで培った寝技。全盛期の彼はまさにその身に神が宿っているかのごとき強さを誇っていました。さらには現在に生きる最高峰の総合格闘技団体と言われている UFC の名チャンピオンである JJ ことジョン・ジョーンズや、元ボクシングヘビー級チャンピオンであるワイルダーと考える人もいるかもしれません。しかしその中でなお20年以上の極真空手のキャリアの中で見続けてきた、それこそ様々な格闘技の経験、知識を総動員した結論が大山松達です。極真空手家だからそれはひいき目であると言われたらなかなかそれまでなのかもしれません。しかしそこには私なりの根拠があります。しかしそれを述べる前に最大の問題といえる現状、彼、つまりは大山正達の実際の試合動画を目にすることができない、つまりは残されていないという点です。実地で戦っていないのだから実際のところなんで想像にしか過ぎないのではないか。人づてや文章だったらどうにでも言えるのではないか。しかし現状、彼が実際に動いている動画は実はそれなりに散見することができます。そして私の20年以上の極真空手歴のそこで培った洞察力からその全盛期の動きをある程度は想定することができます。それでもざれ言とおっしゃられればそれまでかもしれません。しかしそういった視点から大山摩擦史上最強論を唱えた人はかつていなかったのではないでしょうか。そんなわけで今回は私が大山摩擦が史上最強であるという論拠を出しながらその実像に迫っていきたいと思います。まず大前提として強さとは何か。格闘技武道に詳しくなればなるほど強さというその意味が複雑化していきます。それはルールの問題。最近日本で話題の K1、RIZIN、そしてムエタイ、UFC、1、ベラトール、そして極真空手、柔道や合気道、それぞれ全くルールが違います。その中でも大雑把に最近の格闘技においては立ち技系格闘技と総合格闘技、その2つに分けられるのではないでしょうか。主要な立ち技系格闘技である K1、ムエタイ、極真空手、
そして K1 をはじめとしたキックボクシングはムエタイをベースとして創造されております。両手にグローブをはめて顔面の拳による打撃を認め、そして蹴りも認め、しかし K1 などのキックボクシングとムエタイでは決定的に違う点があります。首相撲、そして肘打ちの意味です。ただの2つと言われればそうかもしれませんが、しかしムエタイの中枢を成しているのがその2つの技なのです。私の先生が例えていましたが、それは猛禽類の王者である鷹で言うのならば爪と牙、その2つを逃れてまともに戦うのは非常に厳しいと言わざるを得ないと言います。反対にもともとが冬の親である石井が空手ナンバーワングランプリ、略して K1 としたように、こういったキックボクシングや K1 の中枢を成しているのは顔面へのパンチです。だからそれを最大限に生かすようにルールの整備が行われました。よって戦い方は必然的に当初はパンチとローキックを中心とした極真空手に近いものになりました。そして我が極真空手は顔面へのパンチがないために、一昔前まではローキック、極真空手風に言わせていただければ二段回しへの比重が大きくなっています。タランのみを狙うパンチスキルはどうしても裁かれやすく、効かせるのは難しかったのです。以上のたった3つの立ち技系格闘技を比べても、これだけその構成要素は違い、重たる武器も違います。ではある程度有無がないようなその発想から生まれた総合格闘技ならばどうか。最強の格闘技とは何か、最も有効な戦闘技術を有する格闘技とは何か、ノールールの戦いの勝者こそ最強だとの発想から生まれた UFC1。 当然そこでは一般的なパンチが強い、そういった選手は勝つことができず、全くノーマークであったホイス・グレイシーがこのグレイシー柔術を駆使してマウントポジションと関節技を決めることによって圧勝してしまいました。それからは何でもありの戦いにおいて打撃がどうこうよりも、いかに良いポジションを取るか、首を絞めたり関節技を決めるか、それこそが強さであるという時代が続きました。現在のマウントを取るやマウンティングという言葉のそのベースになった、そういった時代と言えるでしょう。そしてそういった概念を最初に打ち破ったのがプライドにおけるエミリア・エンコ・ヒョードルの氷の拳によるパウンドでした。そしてそれに追随したのがタックルを切って切りまくり、相手が下になってもなお寝技には付き合わず立ち上がらせて、ガード不能な相手のこめかみをうがち切り裂く左ハイキックで切って落としたミルコ・クロコップ。そして彼ら2人の出現により徹底的に寝技を磨き、相手良いポジションを取らなくても下からでも三角締めや腕ひしぎ十字固めなどで決めを狙うアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラのようなタイプと、すでに述べたミルコ・ヒョードルのように寝技に一切付き合わずに打撃での KO を狙ったり、両方で臨機応変に一本を狙う、そのような新たな総合格闘技のスタイルを確立していきました。そして現在では寝技のみで一本を狙う選手はごく少数となってしまっています。いわゆるタックルからの関節締め技は完全に研究され尽くされ、対策が確立してしまっているのです。今現在は一周して立ち技のパンチ、そしてローキックやハーフキックなどを使えないとそれで勝負できない、そんな時代がやってきています。これに関して私が言えることは、総合格闘技というものはもともとはより実践に近い何でもありという発想から生まれた路上の喧嘩のようなものに即したものという立ち位置でした。しかしそれでもやはりルールがあり、拳にはオープンハンドグローブ、正面から手のひらを使っての締め技は禁止、リングがあり金網があり頭突きはダメですし、肘打ちもありだったりなしだったりします。そして当然ですが、体重により細かい選別があり、開始の合図とともに一斉に戦います。そこで勝つためには当然その中での戦略や傾向、流行を的確につかむ必要があります。つまり結論として、総合格闘技はやはり数ある格闘技の種類の一つ、そういった立ち位置だと考えます。それは決して悪い意味ではなく、荒削りな部分を削ぎ落とした格段に研ぎ澄まされた高度なスポーツへと昇華した姿かと捉えています。だからこそ UFC など、それこそ一攫千金な超人気競技へと上り詰めることができたのです。